はい。マグネトロンの、なんだっけテリンジャーさんの続きいきたいと思います。で、このインターバルね、私にとってのインターバルなんですけど、休憩時間中に、ちょっといろいろ見てたんですよ。皆さん、アヌンナキご存知ですか？アヌンナキやばいね。ちょっとアヌンナキの話もしたいね。アイスブレイクでお話しするんですけども、この画角いいね。アヌンナキ、ギルガメッシュ、シュメール人が書いたとされている記録ですよね。そこには、我々に知恵を与えてくれたとされているアヌンナキね。やばいわー。これも深いんですよ。喋りたいな、これについて。はい。で、それがアヌンナキとされている。どうやら、なんか私、これが本当だと思うよ。これじゃないとなんかもう説明つかないんじゃない？だって全てのそのインドの教えも6つでしょ？で、金星土星も合わせてだから多分この銀河がおそらく意図的に作られたものなんじゃないですか？そのメカニズムとしては、自然現象によって作られたものなんだと思うけど、だから本当に究極の知恵を持った人たちがこの宇宙を意図して作ったんじゃないかなって思います。いや、マジね。だから、メインブラックみたいなことは、あんなんじゃないと思うけど、メインブラックみたいなことは全然起きてると思う。こっちに残ってる人たち。いや、すごいよね。アバターみたいなことでしょ？想像したことは実現可能ってあながち全然間違いじゃないですよね。はい。ってことで、続きからやっていきたいです。続きはね、こっからがいいとこなんですよ。いいとこだからちょっと切り上げたみたいなとこはあるんだけども、こっからが面白いとこなんですよ。具体的に、じゃあその、共鳴装置、具体的に世界中に見られるその古代遺跡と音の関係、エネルギー装置ってみんな言ってるけど結局どういうことなのっていうこと、今から、こっからが面白いですよ。このために私はもう言いたいことを我慢して前半と後半で分けたみたいなとこあるので、実はテスラもこの電子という存在に対して極めて反対な姿勢をとっているんですよと。もう懐疑的とかじゃなくて、実はこれは私たちがいかにこう騙されているかってことなんですね。で、このマイケル・テリンジャーさんは、のみならず、よく言いますよね。私たちを騙そうとする勢力の指導のもとで作られたと。これを知られたら、やっぱり、だから神になったつもりなんでしょうね。本当に神なのかわからないけど、音波とか、音波っていうのかな？音を用いた共鳴波ね。シャーマンの人たちとかはこういうのを使って、一般ピーポーからしたらスーパーパワーみたいな。超能力って可能ですよね。全然それを考えると。で、超能力とかありえない。何々ありえない。すべてのことは科学で説明できるからって言うけど、そう、説明できるんですよって感じだよね。はい、いきまーす。結局、この世の創造主っていうのは、もちろん万物の作り主っていうのはやっぱり怖いのかなって思いますね。自分たちの育て子。自分たちの自ら作ったんだけども、結局は自分が作ったものだからやっぱ怖い。自分をかたどったんだけども賢くなられるのは怖いと。すごいな、このなんだかんだ眼性があるよね、やっぱり。だから本当に温厚な神とはどこにいるのでしょうね。動画でも話したと思うけど、本当にいい神様なんだらこうすると思うけどなって。わかんないですね。なんですかね。これも本当にこれ関連も私喋りたいことあるんですけども、はい、ごめんなさいね。戻ります。アインシュタインも実はニコラ・テスラとちょっと共通していると。アインシュタインも実は電子についてこう言っています。これらの電子の理論的扱いでは、自波気力学理論自体がその性質を説明できないという困難に直面している。電子を構成する電気的質量はお互いの反発力によって必ず散らばってしまうはずで、それを防ぐ別の種類の力が働いていない限り、その力の性質はこれまで私たちには不明なままだと。実はこれだけでは説明が不十分なんだと。電子自体がなぜ存在しているのかよくわからないと。十分な説明、何かもう一つエレメントがないと、これは説明できないと。過去200年間。200年！洪水実は近年に起きた説。
の洪水も200年前って言いますよね。過去200年、多くの科学者や発明家、研究者が電子や原子構造という私たち無理やり押し込まれた概念に強く反対してきました。あ、そうなんだ。教育機関を通して、まあそうだね。マニピュレートだよね。やばいね。はい。じゃあ、続いてですね。ストーンサークルについてお話ししたいと思いますね。皆さんストーンサークルご存知ですか？実はこちらですね、与那国の海底遺跡、与那国だったかな、まあ日本の海底でも見つかってるんですよ、こちらストーンサークルが。その神道シュラインにも大きいマグストラクチャーがたくさんあって、やっぱそれも多分エネルギーだよね。だから別に意味もなくその石ころ並べてたわけじゃないよね、絶対。面白すぎ。はい。でこのストーンサークルね、ボーン、これは何を意味するのでしょう。これは明らかにサイマティクスですよね。サイマティクスっていうのは音の幾何学模様。すべてのストーンサークルはその場所から出てくる音の周波数を表したものです。すごー。例えば砂を金属板に置いたサイマティクス。はいはい。さっき見せたね。金属板に砂をこう、あれすると、こう。だからさ、あれみたいですよね。相撲。こうやって、相撲。まあ、あれは直接物理的なアクションがあるけど、だからそれを、金属板の上の砂がサイマティクスを描いているのと同じように、今度はその石バージョンってことだよ。なんかね、石じゃないとダメらしいんですよ。一部の構造は明確にマグネトロンです。ちょっといくつか画像出しておきますね。マグネトロンですよねと。このね、花の形をしたストーンサークルを見るたびに、それは古代の巨大マグネトロンっていうのを構築したことを意味します。マグネトロンは一瞬で金属を切断できるほどのエネルギーを生み出すことができます。直径40メートルのマグネトロンがどれだけのエネルギーを生み出すことができるか、私は尋ねました。小さなマグネトロンでもレーザーで金属を一瞬で溶かすほどのエネルギー。すごっ。てか金属なんだ。ちなみにアヌンナケはなぜ地球に来たと言われているのかご存知ですか？人間というかクローンみたいなね、神様がアダムとイブを作ったのと同じように、いわゆるクローンを作って量産して、人間としましょう。それを人間と呼びましょうか。人間に金の採取をさせるためだったんですよ。で、おそらく彼らが必要としていた金はもう納品できたっていうふうに言われてます。なぜなら金本位制が終わりましたよね。じゃあ次は何の時代かっていうと、半導体なんですよ。半導体を次にアヌンナケを私たちに作らせているみたいな話なんかも私は聞いたことがあります。面白いですね。はい。答えはって何の？なるほどね。これだけ起きたかったらどれぐらいなんですかって聞いたところ、答えはなんと地球上の全ての発電所を合わせたよりも大きなエネルギーを生み出すことができると。で、この人の出身の場所でもある南アフリカにはこういったマグネトロンがたくさんあるんですって。知ってました？どうしてアフリカ、人類のスタートの場所とも言われているかもしれないけど、なんでアフリカ？おかしいな。ひどくない？だって好奇心、人間は本来好奇心っていうものを抑えられなくないですか？というか抑える必要もないしね、別に。探求心っていいことだし、ちょっとやばい発言するけど人間じゃないってことだよね。こんなに人間の英知、未来の英知のためになるキーとなる地質的調査、考古学的調査をこういったたくさんの遺跡がある場所ですれば必ず何かプログレスになるはずなのに、戦争をして今やひどいことになってますよね。そんなことができるってことはもう人間じゃないんじゃないですかって思いますけども、はい、信じられないほどのエネルギーを生み出してしまいますと。すごいね。でも黒人の人超背高いもんね、バスケの選手とか。実際に測定したんだと。すごい。音の周波数、電磁波、デシベル、すべてが異常な数ですと。そうなんだ。どういう風にやったのかわかんないんだけど、あとはアダムスカレンダーっていうのもあって、これらの古代ストーンサークルの中で最も強力らしいですね。他のすべてのサークルは周波数をアダムスカレンダーに、この南アフリカ中に見られる、じゃあ全部一緒ってこと。なるほど。拠点みたいなね、支部みたいな、本社だ。アダムスカレンダーがヘッドクォーターだったんだ。なるほどね。ここがエネルギーの集積点。ここには明確なトーラス効果があり、そうめっちゃあるんですよ。南アフリカなんで知られてないんだろうね。それを知られてないのもおかしいよね。で、ちょっとデシベルとかヘルツとか詳しい人がいたら教えてほしいんですけど、33.5 GHz
EM580MHZ horizontally。ちょっとわかんないこれ。どういう意味だろう。わかんないな。数値が、例えば砂を金属板の上に置いたときに、どういった形、どういった模様を織りなすかっていうのは多分決まってますよね。だからこれを実際やってみたら、でもここに書いてあるのが出るってことでしょ。一致するのがすごいってことなのかな。はい。そこには明確なトーラス効果があり、今日でも生きている。すごいね。これすごくない？実際に測定しました。石で作られた古代構造を見ると、彼らが何をしていたか正確に理解して、英語でよく使う表現でね。自分で何をしているか分かってると。You don't even know what you're doing とかでよく言うよね。なるほどね。よくメインストリームで教えられる何かしらの儀式だったんじゃないかとか、お祈りをしていただけだったんじゃないかとか、そんなのじゃないんです。しっかり実用的な目的があってやってたんだよっていうのをこの先生は言いたいんですね。なるほど。石は情報保存能力を持ち、エネルギー源でもあるツール。すごいよね。石なんですよ。これすごいよね。石なんですよね。で、世界中に共通してるんですよ。この石で作られてるっていうのが。日本にもありますよね。このカットエッジどうやってやったんだと。こんな綺麗なパーフェクトなカットどうやってやったんだと。なるほどね。すごいね。で、この先生は、彼らはちゃんと理由があって、こういった遺跡だと思って、彼らはちゃんとしっかりとした理由があってこういったことをしてたんですよと。ただただバカみたいにやってたわけじゃないんですよと。頭が悪いのは私たちですよと。なるほどね。なんとピラミッドに関してもこれ分かってるんですね。今明らかになってるのはピラミッドやボロボドゥール、カンボジアかな。カンボジアがアンコールワットか、メキシコかな。ボロボドゥールなどの古代構造が全て古代の機械だったんだと。エネルギー装置だったんだと。巨大な石水晶物質で作られた巨大な機械で特定の機能を実行するためでしたと。その機能はまだ解明されてませんが、そうなんだ。地球の音で動力され、太陽の動きで活性化されます。さすが太陽信仰だね。やっぱり東洋、アジア、アメリカの方が発展してたんだよ。多分古代って採算運動とか昔の、地図、線があるじゃないですか。なんとか線とか。それを星座で名前つけますよね。それとかその昔の人たちが使ってた時計から矛盾があるらしくて、でそれから考えると、もしかしたら場所によってこのアース上何千年っていうそういう大規模な周期だけど、太陽の光が全く届かないエリアが一定の周期で回るみたいな話があるんですよ。だから一部で地球平面まではいかないけど、私たちの教えられてるこの地球平面説とかも言葉だけで言うと一人歩きしちゃうので聞かれるのは無理ないけど、シリアスに受け止める価値は全然あると思うんですよね。だってさ、じゃあ私たち見たことあるのって話だし、太陽の動きで活性化され、アクティベート。すごない？太陽の動きって。だから三内丸山遺跡にも太陽信仰、で暦影がぴったり合うとかいっぱいあるじゃん。もう共通してるよね。すんごいね。このピラミッドにエネルギーはまだ保存されてて、でピラミッドの上空で撮影された写真には今でも巨大なエネルギーが出ている。こういうどうやってこれを見たのかわかんないけど撮影しましたと。すごいね。これどうやって観測したんだろうね。こっからがやばいんですよ。こっからが面白いんですよ。ストーンヘンジからも対照的な模様が出ており、再構築されたにもかかわらず元の構造が共鳴装置、エネルギー装置として意図的に作られたことがわかります。これらの古代のものは全て巨大なスケールの先進技術なのです。エジプトのオベリスクは叩くとベルのようになります。It's powered by the sound of the earth. It's activated by the movement of the sun. すごいね。すげえ。こっからがすごいんですよ。エジプトの神殿に入ると祈りとかまたね言われるんですけども、それはナンセンスです。柱が多すぎて空間が足りません。確かに間違いない。そう。別の角度から見ると全然違うものだとわかります。あの密集した柱はなぜあんな風に作られたのか。ギョペクリテペとかモヘンジョダロとかもいっぱいあるよね。だから古代文明なんじゃなくて多分一個の文明全然違う世界だったんですよね。本当に。でこっからやばいですよ。ごめんなさい。何回も。でこっからがちょっとこれを見てください。見覚えありませんか？何かいきますね。これは神殿ではなく
テンプレートだったんですね。これはエネルギーの回路、エネルギー回路基盤なんですよ。これすごいですよね。回路ってそれから来てたりしてねとか言って、回路基盤。これはだから要するに巨大なエネルギー回路なのだと。想像もできないスケールの回路基盤ですよねと。彼らが作るもののスケールは私たちの金銭感覚では想像もできません。こんなのは買おうと思ったら絶対にマネージできない。すごいよね。すごくない？普通に作ろうとしたら、やばいね。すごいね。昔ってだからなんか争いとかあんまなかったんかな。あったとしても、資源をめぐってとかなかったのかな。わかんない。ごめんなさい。こういったミクロなプロセスがマクロなプロセスになり、巨大なマクロプロセスになるのですと。あれは礼拝の場所や人々が住む場所ではなく、巨大な回路基盤の一部だったのです。ピラミッドも同じで巨大な発電所だったのです。航空写真を見ると、それはただの、これすごい。ジャイアンエネジーサー巨大な発電所だったのですと。山の上に馬や槍からを守るためではありません。要塞ではありません。巨大な回路基盤なのですと。すげー。というわけなんですよ。すごくないですかこれ。すごいね。って感じで、すごいな、これ。これ意外と知られてない。でも確かに、エジプトの神殿に関しては、ギザのピラミッドにある壁画とかはおそらくエジプト人が描いたもの。壁画の本当にわかんないけど、これはおそらくエジプト人によって描かれたものだろう。だけど、この神殿とピラミッドはどうやっても説明がつかない。これ理にかなってるんですよ。このエネルギーはやっぱりエジプトの人たちでも作ったものじゃなかったんですよ。だからもしかしたら、ものすごく昔からあった可能性があるよねって話したよね。もしかしたら洪水近年説っていうのを一回置いといて、もしかしたらもっと前からあったものかもしれないよね。わかんない。メインストリームの歴史の年表がごっちゃだから、ピラミッドを建てた人たちとエジプト文明を生きてた人たちを同じ人だっていうのがメインストリームだから、もっと前からあって、私たちが思い描いてる映画のハマナプトラみたいな、あんな衣装を着た人たちは別にいなかったのかもしれないね。だって一個必ず空白のさ、その辻褄合わせがね、必ずしも完璧なわけないから、絶対ね、ボロがね、出てくるのでね。こんな感じで喋ってたら、さっき言いたかったことっていうのを忘れちゃいましたね。そうだ。やっぱ本当にキーワードは、やっぱり左右対称、幾何学模様、シンメトリー。で、やっぱ調和なんですよね、調和。中国の引用思想ってあるじゃないですか。これ説明したっけな。中国に言われている引用思想ありますよね。これは宇宙の万物は陰と陽という対立しつつも補完し合う2つのエネルギーで構成されていて、その相互作用と調和によって変化発展するっていうのがっていう基本原理なんですよ。で、この調和ってすごいキーワードだと思ってまして、またね戻るんですけど、お前どんだけハマってんだって感じなんだけど、フィロラウスさんもね、フィロラウスもおもろいんですよ。フィロラウスさんも哲学者ではあったんだけど、いろんなことをぐるぐる考えてた人なので、数字の果たす役割は何かっていう彼のあれがあったんですね。数の役割認識論、これでもいいんだけど、面白いんですよ。ちょっと待ってね。はい、調和っていうの、これキーワードなんですよね。ハーモニーですね。ハーモニー。Limiters and Unlimited。これも面白いんだけど、これもってやったらキリがないので、フィロラウスは世界を説明するためにリミッターとリミテッドに訴えてただけではなく、これもね、ちょっと異なる2つの対象。リミッターとリミテッドが調和または一緒にフィットした時にのみ宇宙全体とその中の全てが生まれたと主張しましたと。調和の必要性についてさらに明確にしていきます。制限者と無制限、リミッターリミテッドかなが事前に存在し、類似でもなく関係性もなかったため、調和が来なければそれらがオーダー、それらが必要とされることはなかったみたいな。オーダーと引っ張られる、こっちにカモンってこっちに
必要とされることは不可能でした。類似のものや関連するものはさらに調和を必要としませんでしたが、ことに、すなわち限定者と無限定者が先に存在しており、互いに似てもおらず関連もしていなかったならば、調和がそれらに訪れなければ、それらが秩序立つことは決してできなかっただろう。似ているものや関連のあるものはそれ以上に調和を必要としていないが、似ていないもの、さらに関連すらないもの、こうしたものは秩序の中に保持されるために調和によって結びつけられることが必要である。これすごくないですか？陰と陽の思想と同じですよね。グロックがもうちょっとわかりやすく意訳。これらの根源的な要素っていうのはあらかじめあったんだけど、これらは全く無関係で、調和っていうものがないと、互いに異なる要素が、それこそ共鳴し合ってか、お互いに協力し合ってみたいな。お互いの全く違う要素同士が、これらの結局全く違う要素なんだけど、でもこれがいい感じに機能してるってことは、つまり調和があるおかげなわけでってことか。調和がないとそれは不可能で、似た者同士や関連の似た者同士や関連のあるものにはそもそも調和など追加は必要ない。しかし似ていないもの、全く関連のないもの同士は秩序を保って存在するために調和に、なるほどね。はい全くそうじゃん。はい、結びつく必要がありますと。いや、面白いですね。はい、すいませんね。ちょっといろいろ調べて分かったのが、ごめんなさい。ピロラオスは、その、調和をそんなに重要視していたがまた違いますね。違うんだけど、陰陽思想は中国で対極のもののバランスがあることによって調和が生まれる自然発生的なね。だけど、そのピロラオスはどちらかというと、そもそもこの調和理論そのものに興味を持ってたわけではないっていうのは認めちゃっていて、ただ宇宙論っていうのに応用することには関心があったらしいですね。そういうのはちょっと好きだったようです。で、もっと面白いことがちょっとさらに分かったんですけど、ピロラオスはもっとこう数学的で、限定者と無限定者が調和で結びついて音階みたいに美しい調和が、できる。それを言ってるのは中国の引用で、どっちかというと自然発生っていうよりかは比率で計算された感じだから、数学者、どこまでいっても数学者ですね。だからこそカウンターアースっていうのを、考えたのはなんだかこう腑に落ちますよね。すごいよね。で、ピロラオスはギリシャ哲学の方なんですけども、宇宙全体を一つの大きな音の響きのようなイメージで捉えていて、世界のいろんな動きや変化を音階の共和音のように説明しているんですね。例えば惑星の軌道もただの円じゃなくて音楽的な比率で決まっていると。全体で見た時に美しく調和していると。静かで整然な、どっちもバランス大事だよねっていう意味ではちょっと通じている部分はあるのかなとは思いますね。これ非常に面白いですよね。ホーキングさんの話したっけ？いやだからサイマティクスってすごいよね。マジで面白いんですよ。でね、非常に興味深いものがありまして、島根県、そうだ。これ話したい。アヌンナキのエンリルっていうのがいるんですけど、エンリルってこのベルを意味するんですよ。ベル。鐘を鳴らす。だからやっぱりギルガメッシュによると、アヌンナキとして書かれてる壁画の多くは人間に知恵を与えた、てかみんなが言ってるんですよ。私含め。で、その知恵って何かっていうと、こういう、音を使ってこんなことができるよ、またはもう教えなかったかもしれないよね。僕こんなことできるよっていう意味ですごい、もし宇宙人だったらね、もし違う惑星だったらもうその時点でね、確かに自分たちより上かもしれないけど、ベルを持ってたんですよ。すごくない？この関わり。でね、鐘があったんですよ、向こうにも。めっちゃ面白くないですか？ちょっと待ってね。うわ、やばい、あと2分で切れる。ベルがあったんですよ、出雲大社にも。何この偶然と思って。これ。すごくない？で、遺跡にも行ったんですよ。島根県の。青土器が500個とか見つかった。で、あそこもベルがありますよね。英語の説明を見たらベルって書いてあったので、いやーだからワンチャンね、向こうの人たちも音を使ってた。で、しかもこんなのもあった。これは観光の場所にあったんで後付けはわかんないけど、でもすごくない？あるんですよ、いっぱい。シンメトリーで。なんていうんだっけ？日本の古代の遺跡とかもね、本当にいろいろくまなく見てみると、なんだっけ、サイマティックパターンやんって。これ面白いんですよね。マジで。こんな感じですね。ちょっと他にもいろいろ話したいことはあった気がするけど、今度話します。また。もう長くなっちゃったので。ありがとうございます。
ちょっと長くなっちゃったんですけども、いつもコメントしてくださってる方、本当にありがとうございます。本当にコメントマジで嬉しいんですよ。なるべく早く、そしてちゃんと返さなきゃっていうか、ちゃんと返したいし、早くも返したい。なので、多少遅くなっちゃうことあるんですけど、無視とかじゃないので、で、ちょっとね、何か感想、意見があったらぜひ教えてください。そして、ちょっと音でかい広告をした方がいいとかあれば、ぜひ教えてください。ありがとうございます、いつもイエーイ